します。いつ出ましたね。もう大学のなんか学園祭なんですね。そうですね。明治大学です。ほぼ高卒の俺がアマチュアがセリエ A の指導をします。意外と寒い。お願いします。お願いします。石岡と申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。こっち。はい。707のラッキーナンバーじゃん。うわ、なんか書いてくれて嬉しい。こんな感じなんだ。うわ、俺マジで本当大学に来る世界線あったらこんな感じだった。あ、皆さん学生さんなんですか。はい。あ、何年生。自分は3年生。3年。あ、2年生。2年生。よろしくね。よろしくお願いいたします。どうぞ座ってください。実はなんかベロンテさんにも行かせていただいて。あ、来てくれたの。いつ。ちょっと事前の勉強で1ヶ月前ぐらいに、このトークショーのチーム全体で、大久保で。あ、行ってきて。あ、そうなんだ。うわ、ありがとうありがとう。すごい、なんかテスト前にローランドのなんか出題範囲ちゃんとやってくれたんだ。一応企画説明簡単に読みますと、人生を振り返りつつ、お客様の思いをシャンパンでつなぐ参加型トーク&乾杯企画となっておりまして、最後に乾杯をして終わるので乾杯企画となっております。わかりました。じゃあちゃんと演出も入れてくれたんだな。でこちらが登場の画面なんですけど、1枚めくっていただくと、ここ最初ちょっと一部偽物が出るという演出があ、そうなの。おります。偽物ね。偽物が入ります。私ら今社長って言ったやつ俺顔覚えてるからね。失礼します。どうぞ。いやいや、おもろすぎるやろ。どういうこと。For the sun of the villa, but the bonus world. お願いします。似てねえけどな。どれか認めるわ。どこで買ったのそれ。これ多分ドンキですか。ドンキ売ってんだ。そう。溶かしてアイロンしたの。はい。頑張ったね。あんまり似てないですか。あ、いや、まあなんかカニとカニカマって感じ。明治の学生さん。違います。違うの。はい。外注の偽ローランドだったんだ。伝説のホストローランドさんです。お願いします。なんか写真と違う気がするんですけれども、あなたがローランドさんですか。もちろん俺がローランドや。いや、すみません、ちょっとお待たせしました。この空気どうすんのも本当にもうね。ね、本当ね、俺以外かな、俺以外の皆さん、こんにちは、ローランドです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ改めてトークショースタートしたいんで、ちょっと帰ってもらって。ちょっと帰ってもらって。会場を彼に盛大な拍手を送ってあげてください。今日ご覧いただいていかがですか。いや、そうですね、なんか思ったよりたくさんの方来てくださってまして、多分若年層のね、これから未来を担う、そういう希望の子たちが来てくれてると思いますんで、ちょっとでも勉強になったなとか、そんな時間にできたらいいなと思ってますんで、今日はどうぞよろしくお願いします。はい、最初のコーナーから最初なんでしょう。参りたいと思います。いきますか。こちらです。
ローランドの人生とみんなの人生、未来にチアーズです。ローランドさんの人生を振り返りつつ、お客様の思いをシャンパンでつないでいくという参加型のトーク&乾杯企画となっています。教育現場とはすごい真逆の方向性でいくこの企画が。ローランドさんの基本的なプロフィールをおさらいしていきたいなと思います。1992年、東京都〇〇で誕生。ローランドさん、はい、ご出身はどちらですか？八王子ですね。東京都八王子。八王子のいいところってどんなところかなと。東京都なんですけど微妙に都心から外れていて、でも東京とは近いんですよね。だからその東京の華々しいところが結構リアルに感じられるけど、でも田舎なんですよ。だから芸能人結構多くて、それなんでだろうって、その八王子の芸能人たちと集まった時に考えてたのが、これが俺らが田舎すぎたら東京って夢物語だよねって終わってたと思うんですよね。でも東京都だからその芸能界とか華々しいところが結構手の届くリアルに自分ごとで感じられるし、でも田舎だから現状には満足できないしってちょうどいいね地理的な要素があって、だからこんだけ芸能人多いんじゃねえかみたいな話したんで、みんなが結婚して子供ね生まれて自分の子供を芸能人にしてえなって思ったら八王子結構いいんじゃないかなって思いますよ本当に。それではここで早速、はい、シャンパンが少し注がれます。今のでいいの超イージーじゃないですか。もうね、じゃあ注いでみましょう。行きましょうか。はい、少し注がれてまいりました。ここで来た。うわ会いたかったところなんだよちょうど。ありがとう。ファンの方からお悩みが届きましたので、開けてみましょうか。読んでいただきたいなと思います。彼ちゃんと活躍して嬉しいな、なんかな。こんにちは、ローランドさん。私は現在飲食店の社員として働いています。仕事そのものは嫌いではないのですが、人間関係や職場環境に疲れています。やっぱね、どの会社行ってもね、うざいやつとか合わねえやつって絶対いるんだよね。いますね。いる。 100% 満足できる環境は、ほぼほぼないと思った方が、だから俺だったら自分のことだけに集中するし、あとは会社に不満がある人によくアドバイスするのが、会社とか組織に不満があるだとしたら3つ選択肢があると。まず1個がその組織の、中心人物になって発言権を上げてその問題を取り除くと。で2個目は自分がこう独立してこう自分でやるとか、人を雇う側になるとかね。そうですよね。そしてその2つができないんだったらこれ3つ目結構残酷なんですけど、諦めて働くしかないよねと。この3つしかないんだよねと。だから会社組織にこの方は多分問題を抱えてると思うんですけども、その3つのうち自分がどれができそうかっていう観点で考えると、この問題は解決の方向に向かっていくのかなとは思いますけど。ローランドさんに相談です。私はずっと、パート勤務で好きな仕事を続けていますが、上司から正社員にならないかと、声をかけられました。自分の選択に自信を持つにはどうしたらいいでしょうかということで、新しいスタート、新しいチャレンジをしたいみたいな、多分そんな方の悩み、これからチャレンジする子たちばっかりだと思うし、中には例えば起業したいなとかそういう子たちもいると思うんですけど、ちょっと聞いてみましょうか。起業したいなって思ってる方起業家志望いる？いますね。いますね。手が上がってます。もう何人かいますよね。ありがとうございます。その起業だったりとか、この方みたいに新しいことにチャレンジしたい時に悩んでる人に僕が言うのは、知らないってことが意外と武器にもなりうるよみたいなことをよく伝えてて、僕まず最初にホストクラブ起業したんですけど、大体の相場ってあるわけですよ。その起業する時の初期コストの相場で、それの5倍ぐらいのお金かけて起業しちゃったんですよね。でそれを先輩とかに言った時に、いやこんな初期コストは多分回収できないしリスク高すぎるからすごくナンセンスだよっていうことを言われたんですけど、じゃあ蓋開けてみて起業したらどうだったかというと、やっぱ最初に僕メディアに出始めのタイミングで起業したんで、やっぱ最初からお客様が来てくれたんですよ。で最初から来てくれたお客様が安い内装でちょっとチープだったら結構がっかりして帰っちゃうところを僕結構お金かけてたんで、やっぱすごいねってなって結構そこで評価が良かったんですよね。今僕がこの知識があったら
あの5倍の予算かけてやるなんて怖くてできないわけですよ。そうですよね。でもじゃあなんでできたのかというと、知らないからできたんですよね。だから、みんながどういう分野の起業をしたいのか、どういうチャレンジしたのかわからないけど、ことクリエイティブな分野だったりとか、そういうものってやっぱり競合他社を調べすぎるとベストじゃなくてベタを作りがちになっちゃうわけですよ。全く新しいものって意外と何もわからない無知な人の方が作れたりするんで、そう考えると今何もわからないよっていうその状況が意外と君たちすごい武器を持ってんだよって僕は思うんで、いろんなチャレンジしたい方はぜひね、なんかローランドってやつが意外と知らないってことも武器になるって、そういやなんか言ってたなみたいな風に思い出して踏み出してくれたら嬉しいなと思います。でここで最後のシャンパンが注がれます。じゃあではローランドさんに乾杯の。いや、こんだけの人数でね、グラス持ってください。はい、じゃあね、みんなね、さっき言ったことを生かして新しいチャレンジしてみてください。乾杯。乾杯。はい。こういう演出大事ですからね。いや、学生さんが企画してくれたんですよ。この台本書いてくれてねえ、すごいですよ。みんなの人生、未来にチアーズということで、チアーズですね。こちらを終わらせていただきたいと思います。ローランドはどうも大学生のデートです。大学のデートあんま見たことねえな。どんな感じなんだろう。こう思い出していただきながら、まずモヤモヤする行動が含まれているデートの映像が見ますか。じゃあデートの達人みたいな仕事してますからね。なるほどね。じゃあこの映像を見てどこが一番モヤモヤしてるか俺が推測、発想的な観点でね、これ自信あるぞ結構。でローランドさんの回答をいただいた後、お客さんが全員で多数決を取っていって一番多かった選択肢が正解となります。で俺のジェネレーションギャップ、どれぐらいジェネレーションギャップがあるかってこと。俺が思うモヤモヤと Z 世代、アルファ世代のモヤモヤが一致してるかってこと。そういうことです。なるほどね。面白い。じゃあやってみましょうか。初デートね、大事ですからね。お待たせ。昨日居酒屋でオールしたから二日酔いなんだよね。見て見て、俺と同じ色のやつがいる。チンアナゴ。疲れたからタバコ吸いに行ってくる。しんどくないこれ。タバコ休憩ね。いや、その今のなんかわかんない、俺らの世代だったらなんか別にリュック別にダサいイメージあんまないんだけど。全然いいかなって思ってました。どうなんですか。マイク持ってってもらえますか。じゃあじゃあ前のお嬢様、一番前のドセンターのお嬢様。リュックはまだやっぱ許せる範囲内じゃないかと思います。そうだよね。別にね。じゃあどれがモヤモヤするっていう感じでしょう。やっぱ2番伸びすぎた気がさせます。これだリーな、確かに。用意できたことなんじゃないかな。そうだよね。てかその大事なデートの前に飲みすぎんなよって話だよ。デートにかけるモチベーションのなさをここに露呈してますよね。わかりました。ありがとうございます。じゃあローランドさんいかがでしょうか。モヤモヤと1位だと思う選択肢教えてください。俺が一番嫌だなと思う女の子だったらってことですよね。でもなんだろうな、やっぱりじゃないかな。飲みすぎたいきり大事なデートの前にお前仕上げてこいよって俺が女の子だったら思っちゃうなっていう。ありがとうございます。ではお客様の答えを聞いていきたいなと思いますので、では1番目のリュックで参戦シャンパングラスあげてください。あんまいない。やっぱリュックダメなやついるんだ。男ダメなの。ダメなんだ。リュックに厳しい人も多数何人かいましたけど、少なかった。2番目です。飲みすぎたイキリいかがでしょう。やっぱそうだよね。そうだよね。飲みすぎたイキリね。そうですよね。ってことはじゃあ3、4少ないのかな。3番目のチンアナゴは。チンアナゴよくわかんなすぎでしょ。デート先チンアナゴ別によくない？可愛くない？なんか全然ありだけどね。チンアナゴデート。4はタバコ休憩。タバコ休憩。でもこれも際どいな。でもタバコ休憩マジでやめた方がいいと思うわ。そうですよね。なんか目の前の欲に勝てない、なんか煩悩に負けるところを想像してしまうから絶対浮気するなとか、
かっちゃう。だってデートの時間って貴重な時間なわけじゃん。それをさ、自分のさ、その欲求にこう負けてね、煩悩に負けてるわけだから、確かに4もよくない。247でも2の方が多くなかった。でもやっぱり2番がね多かったかなと思いますので、ローランドさん正解です。そうやったね。女子編ね。ねえ、ここでピンシャ取って。あー、オッケー。よいしょ。まあまあまあ。ねえねえ、ニモがいるよ。うわ、これをねえ、全部やだな。写真見せてくれない？全然漏れてないじゃん。いるわ。この後どうする？なんでもいい。はいはいはい。この4択だ。でもこれ結構女子やってると思うよ。そうですよね、結構言われたことあるもん。これもありそうという感じなんで、男性のお客様に意見を聞いていただきたい。確かにメンズに聞いてみてえな。この4つだってどれ一番嫌ですか？はい、2番がちょっと嫌かなと思ったんですけど、でもその人が楽しませればもっと。確かにお前携帯に負けんなよっていうマインドもあるよね。確かにスマホに負けてるお前がいけないよっていう。ああ確かに。待って、ローランドいるんだけど。ローランドいるわ。じゃあちょっとあと1名あと1名ぐらい聞いてモードで。く。じゃあその隣のなんかあたかも俺モテますよみたいな目線でずっと俺を見てる君、どれ嫌ですか？ネガティブ発言ですかね。ネガティブ発言。ああまあね、全然漏れてないじゃんとかね。確かにネガティブな女の子ってそんな魅力なかったりとかするから。ああなるほどなるほど。ありがとうございます。ローランドさん、一番モヤモヤするのはどれですか？ああどれだろうな。でもなんか俺は1番かなっていうのも、僕好きな女の子、キュンとする女の子のポイントで結構大きいのが、写真撮らないであえてなんかこう見たものが全てだっていう、記憶に刻んでおいて大事なものは写真撮らないのっていう、なんかそういうことちょっとキュンとするんですよ。僕は 1かな。それでは皆さんに聞いてみたいと思います。1番目のピンシャ要求。マジで全然いないんだけど。はい、数人ね。数人ぐらい数えられます。ああやっぱこれはありなんだね。はい、では2番目の携帯ガン見。自分といる時にね携帯ずっとまあこれは確かにね嫌だよね。じゃあ3番目のネガティブ発言は？おーってことは 4番目、全部相手任せ。いや待って、むずい。すごい難しい。数値化むずい。でも俺の体感だとやっぱ3番が多かったかなっていう感じ。これはじゃあ3番ということで3番ねさせていただきまして、ローランドさん残念です。外しましたね。正解でした。はいでは以上でローランドはどうも大学生のデート終了です。はい